周囲に湧き出る野党どもを打ち払い小銭稼ぎして発展する我らがパンツ村。さらに影響力も貯めて新たにブリーフ村の開拓も開始、さらなる発展を目指し今回も頑張るぞー。まずは盗賊から奪ったお金で懐が温かくなったので税を調整。食料の余剰を教会に提供し影響力を獲得する10分の1税を 20% にアップ。住民の共有財産から徴収する地下税は当分ゼロとする。四角こと民中を挙げて移民を増やすのだ。パンツ軍団のイカれたメンバーも遠征を疲れ、日常生活に戻ってよーし。なおこいつらは普段ダラダラしてるだけで仕事はしてない。そんな普段は役に立たない彼らを重装兵募集で追加採用。費用は1人50で5人採用。イカれたメンバーの紹介は長くなるので適当にチラ見せー。気になる方は一時停止でチェックだ。今回はダブリが多めで外れだったよ。この村の防衛の要を外れ呼ばわりしてやんなよかわいそうだろ。遠征から帰り物資の確認。余剰は少ないが、今年は飢えることなくなんとか冬越しもいけそうな感じ。パンツ村の運営は上々。そして帰ったばかりなのに似たような場所にまた盗賊が湧く。湧くの早えな。まあお小遣い稼ぎにはなるからいいけど、村の開発が滞るのも考えものだよ。だな。放置してても村のもの盗まれるし出撃いい。今回も極潰しの重視と防具なし旧兵を招集。遠征中も開発は続行。ブリーフ村の家を、建てましい。お、入植1ヶ月でだいぶ建設進んだな。あとちょっとでホームレスもいなくなるぜ。そして今回もうっかり重装歩兵をダッシュで招集してしまい、行軍開始前にスタミナ切れ。おバカ。多分帰る時にダッシュさせてその設定がそのままで忘れちゃうのかと。言い訳すな早口になってんぞ。仕方ないので待機命令を出しスタミナ回復してたらお隣の領主も出陣。これがあるからあまりのんびりもしてられねえんだよな。などと紆余曲折あったものの野党の野営地を襲撃開始。今回は森林での遭遇戦だ。パンツ防衛軍のイカれたメンバーを盾にするつもりが、旧兵に突っ込まれ若干のピーンチ。撮影のしにくい森林での戦闘で動画配信としてもピンチだ。パンツ防衛軍早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞー。お、なんとか横やり間に合った。最後のワンパンだけだったけど、まあ無傷で勝てたからよしとしましょ。戦後処理はパンツ防衛軍に任せ、旧兵は先に帰還。見つけたお金は国庫に保管し、170貯蓄が増えた。パンツ民の方々お疲れ様でしたさあもう10月だ。2度目の冬越しの準備を頑張るのだ。ブリーフ村は教会の建設に着手。あと少しで家のアップグレードもいけそうだぜ。川なめし屋も今建て始めたけど、これで川が出回れば需要は OK だよ。年明けにはブリーフ村にも領主の邸宅が建てれそうだな。さてパンツ村も住宅を、建てましい。交易所横の坂部分も開発か、パンツ村の人口も結構増えたな。ただいまの招集できるパンツ村の民兵は42名、1部隊36名なので2部隊目の編成も可能に。言うてもやりとかねえし、防具なしの旧兵だけしか編成できないぜ。まあ旧兵それなりに強いっぽいし、36名に部隊編成できるように輸出してる弓の在庫を72に変更しましょ。金ならあるし防具買ってやってもいいかもな。だが私はここでビールを買う、私が飲みたいからだ。暴君がご乱心。この霊夢の横暴により、この村の財政が破綻寸前まで追い込まれることをこの時はまだ誰も知らない。ではビールが届く前にサクッと酒場を建てるぞー。ビールは家のアップグレの需要の一つ、住民の忠誠度も上がるかもな。立地は交易所の裏、届いたビールを直送だー。酒場の建設風景を視察する日々。季節は冬、降り積もる美しい積雪をご堪能ください。そして無事酒場完成。いや無事じゃねえ、おっさんめり込んどるぞ。これがパンツ村遊飲酒作法です。んなわけあるか。実はこちらは酒場のマスターで、客寄せでイリュージョンを披露してるだけだよ。マスターが輸入した酒真っ先に飲んでんじゃねえよ。真冬のビアガーデン、お客様お待ちしております。やかましい。お次は粘土の採掘場を、アップグレード。資源が豊かな場所の採掘量が無限になるぜ。我がパンツ村の粘土ビジネスは永遠なり。ブリーフ村も教会が完成、いい感じに発展しました。食料も薪も備蓄あるし、これなら冬越しも楽勝だぜ。ああごめん、パンツ軍団解散するの忘れてた。うわこの寒空の中数ヶ月放置かよ。さあ声援、帰っていいよー。しかし解散命令出しても、しばらくだべってるイカれたメンバーたち。仲良しが過ぎる。はよ帰れ。
雪で道が見やすくなったので、街道につながる道を敷き今後の街の開発計画を考え中。村民をもっと増やして大部隊を率いてみたいぜ。何もなかった大地も随分立派になりました。まだ開始2年経ってないけど、それなりの村になってきたな。年明け採掘場のアップグレ完了。地下鉱山が追加された。ブリーフ村の家も物資が行き渡り、アップグレードを開始。次は村レベルアップして領主の邸宅建設だぜ。パンツ村ではだいぶ前に開放したけど忘れてた炭窯を建設。燃料効率が薪より高いらしいから、暖房や粘土焼く時の効率が良くなるかな。冬の間に敷いた道に沿って新たな住宅区画も指定。パンツ村村民募集、空き家あります。あと聖書なるものを教会の前に設置。建設費用なしのただのオブジェ。村民が増えないと新しい仕事触れないしぶっちゃけ若干暇モード。おい。春になりブリーフ村の邸宅を、ポツンと離れた場所に建設開始。3年目のスタートの出だしにいいランドマークの建設だぜ。すべては順調。って思ってたら1000くらいあった村の共有財産がほとんどなくなっとるやないかーい。あまりの混乱になぜか徴税するレイムノズ。あわわわわわ。監査の結果レイム氏のビールの飲みすぎが発覚。飲む量は減らすんで堪忍して使ーさい。でもこっそり5本輸入しちゃうアルコールをやめられないレイムさん。あやとう出た。これでビール代稼ぐよ。こらこら。やったー、私のビール代になれー。酒欲しさに人を襲うな。今回は村民たちは出さずにパンツ防衛軍のみで出陣。村人たちは普段通り作業に励んでください。おっと隣の領主も出てきたか。早い者勝ちだから急がないとだ。よし盗賊の領地に先にたどり着いたぞ。さあ盗賊かかってこーい。って隣の領主の方に向かっとるやないかーい。なんとまあ。でも戦わず空き巣できたし問題なし。ゲスの極み。国庫286入金されました。で今度は忘れずに帰還して部隊の解散を。あ、従者の部隊が増えてるぞ。おおこれはブリーフ村の邸宅が完成した模様。ふむふむ従者は邸宅ごとに地域で増えるのか。村を増やせば重装歩兵も増えてくな。今日から貴様らはブリーフ防衛団だ。某伝説の男のしもべたちの名称にそっくりだな。名前とかは後でじっくりつけよっと。かわいそうにイカれたコードネームつけられるぞお前ら。シェシェシェ。こうして周辺の平和は維持され、私のビールも維持された。いやビールの支払いは村民の共有財産からで、国庫からじゃないからほどほどにしろよ。あ、いいよ。でお酒を飲んでたらふとしたひらめき、売るほど弓があるならブリーフ村に送ればいいのでは？この物流拠点っての建てれば、他の地域と物資を物々交換できるみたいだな。ならブリーフ村には弓を送って防衛力強化、パンツ村には食料を送ってもらえばウィンウィン。なるほど。盗賊の野営地を発見しました。脇早。3月に湧いて4月に倒して4月にまた湧く。それだけの行動力あるなら真面目に働け。前回は隣領主に獲物を取られたので、足の速い旧兵のみで出陣。地方、極潰しの従者たち、ついに戦いにも呼ばれなくなる。春になって木の実の採取とか忙しいから、本当は民兵出したくなかったんだけどね。あの極潰しどもの装備を軽装歩兵とかにしてやりたいぜ。坂道ダッシュで召集に応じる村民たち。パンツ力 23%、忙しい時期にほんとすまん。サクッと行ってサクッと倒しましょ。村の空き家が埋まってきたので、野党退治の間に2世帯住宅工事発注しとこっと。こらこら遠征から帰ってきて、知らない家族が増築された自分の家に住んでたらびっくりするぞ。そして翌月野党キャンプ前に民兵たちが到着。盗賊どもがこっちに迫ってきてるぜ。我がパンツ村の民兵の強さを知らしめる時だ。厚みのない一枚の王陣、これで迎え撃つぞー。弓引き絞れー、放てー。今回は足の遅い重装歩兵はいない。防具のないお前らを守る者はいない。やられる前にやれー。野党、密集形態を解き三兵戦術に切り替わりました。的を絞らせない気か。だがやることは変わらん。撃て撃て撃てー。こりゃこのまま乱戦か。自由射撃に行こうぜよ。こっちの方が数が多い。いざとなったらグーパンチを叩き込めー。思ったよりも接戦だ。さすがに9兵だけじゃまずかったか？負けるなー。我らのパンツ魂を見せたれー。皆心の中のパンツを燃やせー。よっしゃー敵が逃げてく。かーったどー。パンツを掲げよ。さあお宝の回収だー。って36から1人減ってる。盗賊と一緒に転がってるからどれが村民の亡骸か区別がつかん。秘密にしとけばバレないかな？多分。ひでー。1名の村民の尊い犠牲者が出てしまったものの、こうしてパンツ村の平和と私のビールは守られた。
お前がビール買わずに防具買ってやってれば、助かったのかもしれんのに、命の軽い辛い世界だぜ。修正なんてどこもこんなもんだよ。せちがれー。さて今の戦いで影響力が1000超えたし、領地を拡張しましょ。今回は土地の肥沃度とか確認して、移住しやすいいい土地を厳選。それではこの土地を我が物とする。3つ目の領地、ゲットだぜー。今日からこの地はティーバック村です。ああまた出身地が名乗れなくなる地名つけやがって。一度聞いたら忘れられない良い地名です。ポジティブだな。では新たに改村したティーバック村の建設予定を立てつつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。盗賊狩りをし着実に領地を広げるパンツ村。果たして次回はどんな発展を遂げるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。